Welcome to Healing モーセ。はい、皆様こんにちは、モーセ姫です。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。はい、今日なんですけれども、10月の9日祝日ですね。スポーツの日の月曜日から15日日曜日、はい、この日は天秤座の日食が AM2 時55分にあるんですけれども、この1週間の流れを見ていきたいと思います。まず15日の天秤座の日食の時にはまた一斉ヒーリングしたいと思いますので、インスタで募集いたしますので、どうぞご覧になってください。はい、今日なんですけれども、選んでいただきたいのはこの3択です。今日はブルー系を選んでみました。左から1番、2番、3番となっております。グランタブロープラスタロットで、そしてグランタブローでいろいろな見れることを全部見ていって、その後ルノルマンとタロットでセブンデイズの流れ、そしてアドバイスも見ていきます。本日もどうぞ心を込めて願呈いたします。よろしくお願いいたします。はい、それでは1番の方、リーディングをしていきたいと思います。まずあなたのカードがここにあって、あの人のカードはここ。なかなか近いですね、距離が。そして間にあるカードも、きちんと連絡が取れてるとか、ゆっくり話ができている、会話ができている、お互いすごくのびのびとした関係があるとか、そういう風に出てるんですよね。でもしかしたらあの人がちょっと忙しかったりとか、あなたとお相手様の間に実際遠距離みたいな、そういう可能性ってあるかもしれないです。あるかもしれないけれども、今のところそれが問題というふうには全く見えないなと思っています。それぐらいお互いが信じ合っている気持ちがすごく強いのかなというふうに思っています。そしてはい、あなたのところを表すカードを見ていると、最近ちょっと体調が悪かったりとか、忙しすぎたりとかしたのかなとかで、誰かから傷つく言葉を例えば言われたりとか、口コミとかで書かれたりとか、そういう過去には若干のネガティブな、そういうSNS だったりとか、そういうものが出ているんですけれども、今あなたはこの心の傷だったりとか疲れっていうのはもうきちんと取れている状況なのかなというふうに思っています。とてもリラックスできているような、そういう感じです。あなた自身が例えばアルコールとかですね、そういうのでゆったりとした時間を例えば持てていたりとか、あと金銭的なゆとり、それがあるっていうのもあるのかなと思っています。で、未来にはここに蛇と本が出ているんですけれども、もしかしたらあなたの見えないところであなたに向かって、例えばライバルがいたりとか嫉妬されることとかあるかもしれないとは出ているんですけれども、蛇っていうのが全てが全てネガティブな要素じゃなくて、すごく賢い、例えば女性だったりとか、そういう頭がすごく切れる、いい意味の切れるっていうのもあるので、あなた自身が何かしっかり勉強していきたいとか、仕事に集中していきたいとか、そういう風にも読めていくのかなと思っています。で、あの人はっていうと、何かあなたに話したいこととか伝えたいことがあるっていう風に出てて、もしかしたら出張に行くとか、転勤になるとか、
なんかそういう、旅行のことかもしれないんですけれども、何らかの動きがあるのかなっていうこと、あなたに相談に乗ってほしいとか思っているかもしれないしっていうのが出ています。でですね、はい、今週の恋愛の流れを見ていても、そう、なんかね、あんまり問題がない。なぜならば見てください。未来のところに怒りと星と太陽が出てるんですよ。もうすごいですよね。もう、これなんか夫婦になるとか安定した2人の未来とかそういうのも出ていますし、もし出会いを探している方は、素晴らしい出会いがある可能性もあるし、友達から恋に発展する、そういう人もいるのかなっていうことで、恋の未来はむちゃくちゃ明るいです。とてもとても明るいです。やっぱ出会いいいですね。何かあるって出ていますよ。あなた自身が今までこれはなんか神様からのプレゼントみたいなそういうのがあるので、例えばいいお守りを持っていたりとか、例えば神社との相性が良かったりとか、そういうところからなんかその恵みが来るんじゃないかなというふうにも出ているので、出会い運、恋愛運、そしてもし喧嘩していた人がいるのであれば、喧嘩した人もきちんと復活っていうのも出ているので、そういう意味では大丈夫かなというふうに思っています。で、後ほど見ていくんですけれども、月火水木金土日、このね1週間の間に月と太陽のカードが出てるんですよね。で後でタロットで出していくんだけど、ちょっと水木あたりがもしかしたら何らかの、体調面とか、トラブルとかそういうものがあるかもしれない。あとは土曜日もちょっと気をつけてねっていう風になるかもしれないので、後ほどタロットでお伝えしていきたいと思います。ということで、今週のお仕事、ご自分でお仕事されている人から見ていきます。はい、まず自分でお仕事をされている人、パートアルバイトの方なんですけれども、収入が今増えてきているというふうに出ています。出ていて、で、あなたのお客さんがいわゆる若い方、年齢が離れている方、そういう人とのご縁がこれからつきやすくなるというふうに出ています。で、あなたのしていること、されていることのターゲットをちょっと若年層というか、若い方に絞ってそこのリサーチをしてみるのもいいのかなというふうに出ています。で、あとはですね、逆に若い方、例えば10代、例えばそれこそ子供、対子供相手だったり、10代の人、ターゲットの人に関してはなかなか何を求めているかわからないっていうところで少し考えてしまったりとか不安になることがあるかもしれない。なのでとにかくリサーチがすごく大切ということを言われています。そうするとね、随分効果みたいな形が分かってくるのかなというふうに出ています。そしてはい、今度はサラリーマン、会社員の方を見ていきたいと思います。はい、今ねカードを探してカードを探しています。はい、まず過去のカードを見てるととても人間関係が良かったりとか、いいチームワークに恵まれたりとか、そういう温かみがある会社だったり、いい人が多かったんじゃないかなというふうに思っています。で、今すごくあなた自身がとても
なんかこう動き回るというか忙しい、そしてストレスを抱えているというふうに出ていて、あなた自身があれこんなはずじゃなかったのになっていう、なんか理想と現実のギャップみたいなものがあるような気がするんですね。で、流れを見てみると、これ決して悪くないな。まず今持ってるこのあなたの分かりやすく言うとストレスですね。このストレスから解放されるっていうふうに出ていて、あなた自身がより仕事のエキスパートになるというふうに出ているので、なんか仕事に対してすごく集中ができたりとか、仕事の中で例えば楽しみ、やりがい、そういうものを見つけられていくような、そういう感じがしています。はい、そして今週の、金運を見ていきましょう。はい、まず過去のカードから見てると、なんとなく思ったよりも使ってしまうとか、予算オーバーということが過去に出ています。で、今っていうのが旅行のカードとか引っ越しのカードと一緒に出てるので、もしかしたら旅行や引っ越しにお金を使う方とかが多いのかもしれません。で、未来がですね、まず勉強にいろいろ使ったりセミナーに行くっていうこともあるかもしれないというふうに出ているし、子供のカードも出てるので、もしかすると例えば不妊治療とかそういうところにお金使いますとか、なんかしっかり例えば勉強するとか、あとはちょっと遠くの病院に行くとか、そういう方もいらっしゃるかもしれません。で、あなたの資産なんですけれども、今は動かさない方がいいというふうに出ているので、いろいろなお誘いとかがあったとしても、あなた自身が自分でしっかり勉強して知識を得ることが大切というふうに出ているので、言われたことをそのまま鵜呑みにすることはお勧めしないというふうに出ています。ということで、じゃあ今から月火水木金土日でタロットと一緒に流れを見ていきたいと思います。はい、それでは1番の方のセブンデイズ見ていきたいと思います。上がルノルマンカード、下がタロット、月曜日から日曜日までの流れ、そしてこちらアドバイスとして出しております。はい、まず見てください。ここ注目って感じなんですけど、ルノルマンの太陽とタロットの太陽が出ています。むちゃくちゃすごい、ここむちゃくちゃすごいです。もう出してびっくりしました。これね、金曜日なんですよね。もう何が起こるのでしょうか。むちゃくちゃ楽しみです。ね、この金曜日、いやーすごいですよ。そしてね、今週っていうのが、月と太陽が出てるから、すごいなって思ってたんだけど、ダブル太陽です。いやー素晴らしい。ということでですね、これ気をつけてね、この大吉がここなんですよね。で、月曜日もいいですよ。月曜日もいいし、あとは日曜日もいい。月金日曜日がすごくいいんですけど、この火水木、土曜日はまだあれなんだけど、火水木が気をつけてねっていうカードが出てるので、まずお伝えします。月曜日が月とワンドのページが出てるんですけれども、はい、この日月曜日は恋愛かな、特に恋愛においてって言っていいのかなとか、あなたの人気とかもそうだし、すごく直感力が高まったり、感受性がすごく強くなったりする日、あとはロマンスもすごくあると出てるので、なんか嬉しい連絡が来たりとか、お誘いが来たりとか、何らかの出会いがあったりとか、もしあなたが何か人気商売をされているのであれば、
こういろいろなメッセージを受け取ったりとか、そういう出来事がありそうです。出会いもねありそうだから、すごく楽しみ。これがまず月曜日です。で、逆にこの火曜日が、これが熊と、タロットのタワーが出てるので、この火曜日はまずこう上司との関係とか親との関係とかが特に注意というふうに出ています。こう何らかのアクシデントとかがあるかもしれない。あとは暴飲暴食とか食中毒とか、そういうのにもお気をつけください。これが火曜日です。そして水曜日がこちら、無知とソードの4が出ています。この日少し疲れが溜まってしまったりとか、なんか疲れから、例えば電車の中で寝過ごしてしまったりとか、運転が危なかったりとか、そういう感じがあるので、もうこの日はもう無理をせずに早めに休むことをおすすめしたいです。そして木曜日がかまと、かまとコインの7が出ているんですけれども、これ悪い日というよりは、あなた自身がこれからの人生とか、例えば仕事とか恋愛とか、なんか一旦きちんと冷静に考えれるかなっていう感じがします。もう一旦仕切り直しだっていう感じがするので、なんかネガティブではないかな。ただどっちかっていうとあなたの心をなんか我慢するような感じで、なんか痛みを伴う将来への道っていう感じがするので、そういう意味では少し苦しさがあるかもしれません。で、ここ金曜日ダブル太陽ですね。素晴らしいです。もうこのね金曜日は何があるんだろうかっていうぐらい超ミラクル強運な日なので、もうなんかね、何かしないと逆にもったいないなという感じがしています。そして土曜日が大和コインの2が出ているので、これは土曜日に関してはなんかあなた自身がどうしたらいいかなってまだいろいろ悩んでる状況だから、無理に動いたりとか無理に答えを出さなくていいよっていうのが、これが土曜日です。そして日曜日、この日がルノルマンのライダーと、あとワンドのクイーンが出てるので、これはあなたのカードになります。これはあなたからきっかけを作るとか、あなたがなんか嬉しい知らせを受け取るっていうこともあると思うし、あなたがいわゆる配達人になるということで、あなたからの何かメッセージを送るっていう人もいるかもしれません。で、この日の出会いとかはあなたから声をかけることもありです。いいなと思ったらぜひ積極的に行くっていうのもおすすめしたいなっていう感じ。そしてアドバイスがここに2枚出ているんですけれども、この左側のカードと右側のカードなんですけれども、なんか自分にきちんとというか自信を持つとか、なんか褒められたらいえいえいえとかじゃなくて、ありがとうございますみたいな、自分のことを自分でしっかりと認めてあげるとか、あとはその TPO ってありますよね。その場、その場所、いろいろなそこの場においてのあなたの振る舞いを大切にというふうにも取れるので、 TPO も大切にしていただくのもいいのかなというふうに思っています。ぜひあなたの良さを自分でしっかりと受け入れてあげてください。これが1番の方へのメッセージです。じゃあ2番の方、リーディングをしていきたいと思います。
2番の方ね、すごいですよ。カードを並べてて、おおいいな、すごいなと思っていて、はい、まずあなたがここにいます、あの人がここにいて、クローバーという幸せの絆でお二人がつながれています。そしてつながっている、そういうポジティブな意味なんですね。そしてあなたの下には月、もうこれはロマンスとか愛されていることとか、とても美しさとか人気とか美とか、直感力とか、そういう女性らしさだったり、なんかもう母なる偉大とか穏やかさとか、そういうものをもう今のあなたにはあるよってカードは教えてくれていて、そしてあの人の下にリングが出てるんですよね。で、今のあなたとの関係が、見ていただいている方それぞれだと思うんだけれども、今の関係よりももっとあと一歩進みたいと思っています。片思いってことはないと思います。お互いにもしかしたら気持ちを言い合えてない人はいるかもしれないけど、もう少なくとも両片思いっていうのかな、もうきっと思い合ってるよねっていう状態の方は、例えばデートするとか付き合うとか、そんな感じになりそうだし、お付き合いをしている人は例えばプロポーズとか一緒に住むとか、なんかそういうワンランクアップのことをあの人が考えてるというふうに出ていて、そしてこれからの人生も一緒にいようねって出てるんですよね。もう末永く一緒だよみたいな、そういうことが出てるので、いやーすごいなと思いながら見ていました。いやーいいですよ。そして、ね、今週の恋愛運はっていう風なことを見ていても、もし出会いを探している方はいろいろななんか出会いの場所もそうだし、とにかくいろいろなところに出かけた方がいいっていうふうに出ています。そこでなんか声を例えばかけてきた人とか、声をかけた人とか、そこから何かつながるのかなっていうふうにも出ています。で、今現在あの人とちょっと喧嘩しちゃいましたとかいう方がいても、安心してください。きちんと仲直りができると出ているので、この場合はLINE とかがいいと思います。なんかこの前はごめんねみたいな第一報は、なんかそれで OK できちんと仲直りができるのかなと、そういうふうに思っています。いやいいですよね。で、今週の流れ、ちょっとね、月火水木金土日、後でタロットと一緒に出していくんですけれども、もしかしたらちょっとね、水曜日木曜日あたり疲れが出てくる可能性もあるんだけれども、今週はなんか以前諦めた夢をもう一回叶えますみたいな、頑張りますっていうリスタートが出てるような感じがするかなと。で、じゃあ今2番の方が自分でお仕事をされているという方、見ていきましょう。はい、なかなか厳しかったですね。なかなか目標に達せなかったとか、なんかもうどこまで頑張ればいいんだろうみたいな、非常になんか踏ん張り時だったのかなって感じがするんです。でもこれからは、今まで頑張ってきたことの成果、いわゆる秋のカードなんですね。収穫のカードが出ているので、例えばなんかたくさん臨時収入に恵まれたりとか、なんかようやくお金が例えば振り込まれたりとか、そういう嬉しい流れになっていくような感じがします。頑張ってきたことがきちんと回収できるよとか、プラスになるよっていうことが出ているので、今のまま頑張っていただければ大丈夫です。そしてあなたがサラリーマン、会社員の方はと言いますと、はい、ここになります。一番左端のところで、しんどかったっていう風に出てますね。なんか
ゴールが分からなかったりとか、合わない仕事を本当に必死で頑張ってやっていたのかなって気がしますし、今あなたにとってすごく大きな、なんて言うんでしょう、スランプだったかな。仕事もそんなに楽しくないし、ワクワクもしないしって感じで、案外重圧が重かったのかなっていう感じがするんですけれども、これからはですね、もう少しやっててよかったなとか、身が軽くなる感じがするんです。変な責任感が取れていって、仕事に集中できるとか、そういう風に出ていますので、楽になっていくと思いますよ。そういう意味では良かったなと思ってます。そして今週の金運なんですけれども、最近大きなお金使ったのかな、大きな買い物したのかなっていう風に出ています。で、ここに蛇と家のカードが出ているので、もしかしたら家の、例えば何らかの修繕だったり引っ越しとか、そういう風に使う人とかもいるかもしれませんし、母親ですかね、お母様かなとかにプレゼントを例えばする人とかもいるかもしれないというふうに出ています。ただ蛇っていうのはちょっと今回はネガティブな意味で私は取ったんですけれども、もしお金の何らかの、融資しませんかとか、そういうものがあった場合は、ちょっとこれは一旦様子を見てた方がいいと思います。ここにね、釜のカードも出てるから、奪われるっていう形になっても嫌なので、しっかりと話を聞くとか、誰かにも一緒に話を聞いてもらうとか、この話を鵜呑みにしないっていう方がいいのかなというふうに思っています。じゃあ今から月火水木金土日で7 days の流れ見ていきたいと思います。はい、じゃあ2番の方の7 days リーディングをしていきたいと思います。上がルノルマンカード、下がタロットカード、月曜日から日曜日までの流れを出しています。ですね、まず今週盛り上がりがあるなーって思ったのがこの木曜日以降です。木曜日からすごく良くなります。逆に金曜日ですね、金曜日から良くなる。逆に月曜日から木曜日が少し忙しそうなんですよ。かなり無理をしすぎてしまったりとか、頑張りすぎてしまったりとか、すごくちょっと疲れそうだなっていうのが出てるので、月から木がやや配分に注意というか、エネルギーを出しすぎないようにとか、疲れをためすぎないようにって出ていて、で金曜日から流れがいいので楽しみにしていてください。まず月曜日です。はい、これがタワーとルノルマンのタワーとタロットのワンドの5が出ています。これはですね、あなたのエネルギーが人と少しぶつかってしまう可能性があったりとか、人と比べてしまうというか、優位に立ちたいとか、そういう気持ちが出てくるかもしれないというふうに出ています。なのでどっちかっていうと、この月曜日は柔軟性を大切にしてくださいねって出てます。誰かと比べるとかじゃなくて、あなたの中であなたが一番であればもうそれは素晴らしいという感じ。そして火曜日がこれがお魚のカードと、そしてソードの5が出ています。この日の買い物、まず気をつけてた方がいいかな。あの時買わなければよかったっ
っていう風な感じになるかもしれないので、この日はネットでも例えば実際の買い物でもいわゆるウィンドウショッピングっていうのをおすすめしたいなっていう感じです。あとは、アルコール、お酒で失敗しないようにという風にも出ているので、この日はお酒の飲み過ぎなども気をつけてください。そして水曜日が、この日が蛇とワンドの10が出ています。少しライバルが例えばいるとするならば、ライバルから何か都合よく仕事を例えば振られてしまったりとか、そういう感じがあって、非常にあなたの中でストレスが水曜日は生まれやすい日かもしれません。頑張れるんだけれども、そういうちょっと目の上の単行部的な存在が気になるかもしれないと出ています。木曜日が、これが無知と女帝のカードが出てるので、この日までなんですよね。この日までがあなたの中に少し疲れが残っちゃってますとか、なんとなくイライラしちゃうみたいな、そういう部分があるかもしれないので、この日までは気をつけてください。あとはやけ食いとか、そういう可能性もあるので、そのあたりも木曜日までは取りすぎないように、やけ食いしないようにって感じで、金曜日からはね、いいです。はい、この日は庭とソードの6が出てるので、少し遠くのお店の秘密のアジトみたいな、そういうところとか、例えばバーとかそういうのも良さそうですし、海辺の近くとかも良さそうな感じです。あとこの日の旅行、引っ越し楽しそうという風に出てるので、ぜひ場所を動くことをおすすめしたいです。そして土曜日が、はい、この日がクロスとカップの10が出てるので、これすごく復縁というか、もう一回頑張れるっていう風な感じが来ていますので、あなたの中で例えば諦められない誰かとかがいるのであれば、もう一回頑張ってみるのもいいのかなという感じです。この日はすごく満足度が高くって幸せになれる穏やかな一日、そういう風に出ています。そして日曜日がルノルマンのキーと、あとタロットのワンドの8が出ています。この日は思いがけない連絡が来たりとか、あっという間にあの人との関係が進んだりとか、そういう新しい扉が開く日というふうに出ています。で、2番のあなたの中ではまだこの扉が開かない予定だったのに、あっという間にあの人が開けてくれたとか、あっという間にこんなに嬉しい展開になったとか、そういう流れになっていきそうな気がしています。そして今週のあなたへのアドバイスです。もうね、今からが上昇気流に乗っていきますよという風に出てるので、これハートの風船ですよね。なので自分でこうしたいっていうよりも、自然に任せていったらいつの間にかうまくいったとか、例えば復縁できたとか、あの人に任せてもいいよっていうことを言ってくれてるみたいなので、今は自然体でもううまくいくさって思いながら過ごしていただきたいなっていう感じです。はい、これが2番の方へのリーディングです。はい、3番の方リーディングしていきたいと思います。3番の方素晴らしいですね。週の始まりから
月花束リング太陽と出て、そして週の半ばから後半も木クローバー、木コウノトリということで、なんか1週間幸せなんですけれど、幸せそうなんですけれども、そしてあなたのカードがねここにいて、そしてあの人がここなんですよね。で距離はお二人の間近いですし、太陽とハートが出てるのですごく愛し合ってる2人かなって思いました。ただあなたの横には、子供のカードだったり、あの人の下には無知とかね、ヘビというカードが出ていたりするので、もしかしたら複雑な恋愛だったり、例えばあなたがバツイチだったり、例えばお子さんがいたりっていう可能性もあるし、あの人に誰かいたり奥さんがいたりとか、そういう可能性もあるのかもしれない、んだけれども、お二人はこのねカードから見るともう運命の人だろうなというふうに思っています。でこれ一個だけ気をつけていただきたいのが、ここに釜のカードと本が出てるんですね。本っていうのは、いわゆる隠したいこと、それと一緒に釜が出てるので、秘密がいわゆる表沙汰になるかもしれないので、そこは気をつけといてねということが出ています。でそうでもなんかやっぱりいいんですよね、カードが。まずあなたの周りを見ていると、約束がきちんと果たされて、進んでいく仕事面とか恋愛、そういうのもすごく順調というふうに出ています。出ています。であなたが誰か年下の人、もしくはあなたにお子さんがいるのであれば、ちょっとお子さんのことで例えば看病だったりとか金銭的なことも含めて、ちょっと疲れちゃったなみたいな、そういう部分が出てきている人もいるかもしれないんだけれども、でもやっぱり今週の流れっていうのは3番の方がとてもついている、とても強運、とても幸せな時期というふうに出ています。であの人は少しね疲れてるみたいなんですよ。嫉妬とかがすごく、奥さんだったりとかどなたかがいる方の場合は、そういう嫉妬とかがすごく強くなってる、束縛が強くなってるみたいで、あの人が少しお疲れモードという風に出ていますので、だからこそあなたに甘えたいとか話を聞いてほしいとか、そういう風に出ているのかもしれません。で今週の恋愛がここにね蛇とかムチが出てきているので、あの人との関係は良好なんだけれども、誰かが中に入ってくる可能性が、あったりとか、そういう嫉妬、ジェラシー、そういうものがうまくいってるお二人の間に入ってくる可能性がある。そこからちょっとした喧嘩になったりとかする可能性もあるので、もうこの第三者のことは気にしないみたいな、それがいいかもしれません。あの人がむしろ嫉妬しちゃうっていうのもあるかもしれないんですけれども、もうお二人の間にはお二人しかいないっていう風に、あの人と共通の認識でいてもいいかもしれません。はい、じゃあ、今度はお仕事のこと見ていきましょう。まずご自分でお仕事をされている人、アルバイトパートの方から見ていきますと、最近すごくあなたの人気運とかすごく伸びてきているって出ているんですね。そしてあなた自身がアーティストだったりとか、何か作り出す方、才能がある、そういうお仕事をされている方はすごくいいものができるというふうに出ていて、そしてますます人気が出てくるというふうに出ています。で今2つ以上何か
こう並行してされている方は、一つの方が少しなんか疲れちゃったりとか時間がなくって一個の方がお休みになってしまう可能性があるって出てるので、これは3番の方次第なんですけれども、でせっかくここまでなんか人気運とかがしっかりあるので、そちらの方をなんか足場を作っていくというか、固めてからこの2つ目もしていっていいのかなとか、そういうふうに思っています。そしてあなたが会社員サラリーマンの方でしたら、今カードを探していますちょっと待ってくださいね。さて、あれ、怒りがあった、ごめんなさいはい、怒りがあって、まずあなた自身、この仕事でいいのかなとか、最近ずっと悩んでいたりしたのかなとか、他の会社受けてみようかなとか、他の部署行こうかなとか、なんかそういうあなたの中のいろいろな迷いがあったみたいというふうに出ています。でも今なんか新しい人間関係というか、すごく居心地がいい部分にあなたがいて、あなたがなんとなくこの輪の中で目立っているとか、リーダーになっているとか、そういう感じがしています。ただ年下の人とか、例えば新人さんとか、なんかそういう人たちに少し手を焼いたりとか、疲れちゃったりっていうのが出てくるかもしれないんですけれども、あなた自身のパーソナリティとか、仕事ができる力だったり、人をまとめる力っていうのはしっかりとある方なので、それは年下の人にももちろん有効かと思っています。はい、そして今週の金運なんですけれども、はい、ですね、今週私の記憶では1番2番3番、皆さんになんか魚と蛇のカードが出ていたような気がするので、投資とかそういうお金を動かすことはちょっとおすすめができないなというふうに思います。3番の方もそうですね。そして案外これ先祖とかお墓とかそういう意味もあるんですけれども、そこにお金を使ったっていう感じもするので、お墓参りに行ったとか帰省したっていう方とかもいらっしゃるかもしれません。そして今なんかいわゆる家計的には潤っているような気はするんですよね。例えばパートナーとかご主人とか、家計的には潤ってる気がするんだけれども、このお金をなんか狙ってる人がいますよというふうに出てるので、先ほどお伝えしたように今週は例えば今むちゃくちゃドル円安ですけれども、例えばそういうものだったりとか、いろいろな NISA とかもそうなんですけれども、今はまだ動かさない方がいいかなと、しっかり見極めてドアを開けた方がいいよというふうに出ているような感じです。じゃあ今から月火水木金土日でタロットと一緒に流れを見ていきたいと思います。はい、それでは3番の方のセブンデイズリーディングしていきます。上がルノルマンカード、下がタロットカードです。月曜日から日曜日までの流れを見ています。まずこれ幸せだなって思った日がまずね、火曜日なんですよ。火曜日、花束とカップのページ。この日は恋愛面ですごく幸せなことがありそうです。そして水曜日がリングとカップのクイーン。これも同じくですね、いろんな約束ができたりとか、出会いがあったり、連絡があったり、なんかそういう感じがすごくします。あとは金曜日もクローバーとコインの7、この日も吉。そして土曜日が木と忍者、この日もすごく直感力が冴えていたりとか、健康運
がなんか恵まれていたりとか、穏やかな気持ちで過ごせたりとか、そして日曜日もコウノトリとワンドの3なので、すごくこう広がりがある一日になりそうというふうに出ています。じゃあ逆に言うと、ここが気をつけるってわけじゃなくて、今週はここ気をつけてくださいっていう日はないです。むしろここちょっとだけ気をつけてぐらいです。まず月曜日が、ここがルノルマンの月とソードの4が出てるので、これに関してはなんか恋愛面で急ぎすぎないでねとか、なんか今の距離感を大切にしてねっていう風に出ているので、今日ちょっと休憩の時間っていう風に思っていただいてもいいかもしれません。これが月曜日です。決して悪くはないんですよ。そしてね、火曜日幸せでしょ。水曜日も同じく幸せ。もう火水は恋愛のこと、出会いのこと、もうすごく楽しみな一日です。で、木曜日が、これがキーとタロットの月が出ているので、なんとなくこの日ってこう不安になってしまったりとか、なんかこう妄想がなんか広がっちゃう可能性がある。後でお伝えするんですけれども、今週のアドバイスというのが、トラスト your intuition、 これ難しいです。イントゥイションこれ直感力を大切にしてくださいってことなんですけれども、あなた自身が今回その3番の方はいわゆる感性がすごく豊か、月が一番最初に出たっていうのもあるし、今回ここタロットの月も出てるんですけれども、すごく感受性が豊かだったりとか、いろんなことがこうビンビン分かっちゃう部分があるかもしれない。だからこそこの木曜日っていうのが、あなたの直感力が若干こうネガティブな方向に行くかもしれない。なので考えすぎなくて大丈夫だよと。あなたの直感力は信じてほしいなって思うんだけれども、それがこうネガティブな感じにいかなくて大丈夫というふうに出ています。そして金曜日、これがクローバーとコインの7が出ているので、今頑張っていること、引き続きこれからも頑張っていきましょうと。もう少しであなたが頑張っていることが芽が出てきますというふうに言っています。そして土曜日、はい、ここがごめんなさい、ルノルマンの木と、あとタロットの忍者が出てるので、ここもまた同じくなんですよね。あなたの直感力、なんかこうピンとくるもの、そういうものをなんか信じてほしいし、なんかこう怖い時ってよくわからないけど毛穴がバーってこう開いたりしますよね。なんかそういうこういろいろな感じることを大切にしてくださいというふうに出ています。でもこの日はすごく幸せなこう穏やかな一日が過ごせるかと思います。そして日曜日が、はい、この日がコウノトリとワンドの3が出ているので、この日は発展性がある日、そしてなんかすごく華やか、楽しい、いろんなことがあるというふうに出ています。そしていろいろこう外に遊びに行くとか、アウトドアというのもおすすめです。すごく楽しそうな一日になりそうです。なので今週はアドバイスがなんかね、自分の直感力を信じてくださいというふうに出ていて、そして直感力を表すカードがたくさん出ていたので、ネガティブに考えすぎるんじゃなくて、あなた自身がこうなんかこう感じること、それを大切にしてみてください。そしてそれ以上をネガティブに考える必要なんかもないですよというふうに言っています。はい、これが3番の方へのリーディングです。はい、じゃあ1番の方の今週の赤ちゃんのことを見ていきたいと思います。まずあなたがここにいて、ご主人がここにいて、赤ちゃんがここにいる、なんかこう見事なぐらいに綺麗な三角形ができていて、
そしてこの三角形っていうのが入ってるカードが魚と船というカードが出てるので、なんかこうみんなそれぞれに適度な距離でなんかうまくいってるような、そういう感じがするんですね。で最近、ちょっと前にご主人とちょっと喧嘩しちゃったとか、言い過ぎちゃったとか、何か言われたとか、そういう方がいるのかなって思ったんですけれども、きちんと、仲直りがこうできていくというふうに出てるので、そこは安心していいかなというふうに思っています。で、赤ちゃんがですね、なんかこう漠然とした不安を抱えてるというふうに出ていて、なんかこう赤ちゃんがすごくふわふわしてるんですね。それで本当になんかこういいのかなとか、なんかこうすごくこう後ろめたいというか、こう迷っているというか、混乱してるような、なんかこう見通しが立たないよっていう風に赤ちゃんが言っていて、で赤ちゃんがですね、ここに本が出てるので、こう何か特にこのママですね、ママにこう伝えたいことがあるとか、こう、聞いてほしいことがあるというふうにも出ていますし、赤ちゃんにしっかりこう言葉を伝えてあげることも大切なのかなというふうに思っています。赤ちゃんに対してなんかこう今こうママと赤ちゃんがなんとなくここがつながっているような感じもするんだけれども、こう少しこう距離があるとは違うんですよね。なんか遠慮してるって感じかな。ここの遠慮が見えるので、お互いにもっと素直に言い合っていいんだよっていうことを、この1番の方になんかお伝えしたいなっていう感じです。で、過去を見てるとあなた自身がとても忙しかったりとか余裕がなかったっていう風に出てるんですけれども、今は大丈夫です。すごくこうバランスが取れていたりとか、いいエネルギーにこう守られているという風に出ています。そしてこれからはこういろいろな、例えばママ友だったり、妊活、同じ妊活をしている人とこうライバル心を持ったりとか、するのではなく、なんかこう得れるものもきっとあるよねっていうことぐらいの気持ちでいた方が、こうなんで私はダメなんだろうとか、そういう感じではなくって、こう今この人と出会ったのは何らかの意味があるっていうことで、こう何か学ぶ姿勢みたいなものがあると、こうよりこう赤ちゃんとなんかこう私は通じやすいんじゃないかなというふうに思っています。この赤ちゃんの不安をぜひこう取ってあげるようにしたらよりいいのかなと思っています。はい、これが1番の方へのリーディングです。はい、じゃあ2番の方の今週の赤ちゃんのことを見ていきたいと思います。まずあなたがここにいて、ご主人がここにいて、もうねすごくこうお二人がなんかこう親交深いというか、今お二人の間にとてもこう幸せなもうことがこういっぱいこう回ってきてるよとか巡ってきてるよっていうことがまずカードが教えてくれています。そしてあなた自身が、あなたの下にこの月というカードが出てるので、すごくホルモンのバランスがとても整っていたりとか、すごくあなた自身の心とか体が整っていたりっていう感じで、すごくこう穏やかなんですね。母になれるっていう風に出ています。そして、ね、すぐ横にはコウノトリ、そして一つ隣には子供のカードが出ているので、
すごく赤ちゃんとの距離もとてもとても近いです。とっても近い。なのでなんか今ね治療されてる方もいらっしゃるかもしれないし、体質改善にいろいろ漢方を飲んでいる人とかもいるかもしれないんですけど、すごく合ってると思います。あとこれはお守りっていう意味もあるので、ご主人と一緒にどこか神社参拝とか行かれると、またなんかいい魔法がお二人にかかるような、そういう感じがするんですね。そうして、赤ちゃんはですね、なんかお金を使わせて申し訳ないって言ってるみたいなんです。もうパパとママごめんね、そんなにお金使わせちゃってみたいな、そういうところですごく遠慮していたりとか、なんか申し訳ないっていう気持ちがすごく出ています。でも心の奥底ではこれなんか女の子のイメージがあるんですけれども、なんかすごく美しいというかなんかセンスが良かったりとか、本当に綺麗な、なんか赤ちゃんというか女の子というか男の子でも本当に綺麗な顔立ち、なんかそういうなんか赤ちゃんなのかなとか、そういう美しさっていうギフトを持ってる赤ちゃんなのかなっていうふうに思っています。で今もうご主人との関係もいいし、あなたの今の心とか体のバランスもいいので、もうあとはなんか今のまま待っていただけてたらいいのかなと。で赤ちゃんにね、金銭的なこととか心配しなくて大丈夫だからねっていうことを伝えてあげると、もうそれだけで十分かな。ご主人もねすごく穏やかなんですよ。そしてのんびり、待っとこうよみたいな、そういうのも出てるので、なんかこのグリーンがすごく2番の方のラッキーアイテムというか、それこそ四つ葉のクローバーを持つのもいいし、森林浴をするのもいいし、公園に行くのもいいしみたいな、そういう部分もおすすめしたいなと思っています。はい、これが2番の方へのメッセージです。はい、じゃあ3番の方の赤ちゃんのこと見ていきたいと思います。まずあなたがここにいて、ご主人がここにいて、その間にね子供赤ちゃんがいるので、すごくもうあなたともご主人ともとても距離が近いです。そして赤ちゃんがもうなんか感じ的には男の子なのかなっていう感じがするんですけれども、むちゃくちゃ元気です。むちゃくちゃ元気で、むちゃくちゃなんか動き回ってるというか、すごく動く子かもしれません。お腹の中に来た時でも案外動いて大変とか、そういう風になるかもしれないぐらいすごく元気な子で、なんかいっぱい笑う、なんか笑顔がいっぱいある赤ちゃんかなっていう風に思っています。声も大きいかもしれません。そしてご主人が今ねすごく疲れてるんですよね。体も疲れてるし、少しイライラしやすかったりっていう部分があるので、こういうイライラとかをこの3番の方が話を聞いてあげたりとか、例えばマッサージをしてあげたりとか、そういう感じで取ってあげると、ネガティブな要素を取ってあげるといいのかなっていうふうに思っています。でそうだな、あなたね、3番のあなたはもう本当に今の状況でいいなって思うし、赤ちゃんがなんか金銭的なことに対して
なんかお金を使わせちゃってるって言ってるんですよね。そこがなんかすごくなんかね、ママごめんねとか言ってるような気がするんだけれども、でもこうパパとママのところに行きたいっていう気持ちがすごく強いので、そのあたりも大丈夫かなと思います。今週はやっぱりこうご主人のこうケア、そこをなんかしてあげることで赤ちゃんがものすごく来やすくなってくるのかなっていうふうに思うんですよね。で、なんか流れを見ていても、ね、ここにも週の終わりのコウノトリも出ていますし、初めも月という母性とか母になるとか、そういうカードがこう一緒になんかね、始まりと終わりで出てるような感じなので、非常に可能性が強い、高いというふうに思っています。なんかね、こうすごくいいので、今日の3番の方はこういう形のメッセージです。どうぞなんかこう前向きに待っていてあげてください。これが3番の方へのメッセージです。